秀吉の陰謀。どうする家康に学ぶ日本史。やはり光秀を追い込んだ真犯人。羽柴秀吉は明智光秀を追い込んで織田信長を殺させ、その後も謀略の限りを尽くして天下を我が物とした。秀吉の陰謀の数々を詳しく見ていこう。明智光秀がなぜ謀反を起こし、羽柴秀吉がなぜ天下を取れたのかについては、ある偶然が関係している。それはたまたま織田信長が中国攻めを行った際に、秀吉に山陽道、つまり太平洋側を進むように命じた。一方の光秀は丹波道、すなわち日本海側の山間部を進むよう命じられたことが、両者に大きな差をつけることになった。そのために光秀が丹波攻略に宿泊している間に、秀吉は楽々と山陽道を進んで各地を平定していった。さらに秀吉は光秀の行き先を塞ぐように日本海側に進路を取って鳥取城を陥落させて、光秀の進路を遮断している。秀吉は生野銀山などを抑えて銀は信長に献上したが、多量に掘り出された金はちゃっかりと自分の懐にしまい込んでいる。光秀がやっとの思いで丹波を攻略したとき、すでに進路は秀吉に塞がれていた。そしてこの時、秀吉はすでに毛利氏と対峙して信長の出馬を待ち望んでいたのである。信長は秀吉と光秀に競わせたのだが、光秀は最大のライバルであった秀吉に完敗して絶望する。結局光秀は信長から秀吉の後詰めをするよう命じられ、謀反を起こすのである。秀吉は本能寺の変に直接的には関与していないが、光秀を追い込み絶望させたという点では確信犯である。秀吉は本能寺の変の翌日には、信長が光秀に討ち取られたという正確な情報を入手している。また近年では秀吉が行った中国大返しは本能寺の変以前に準備されていたとする説が有力となっている。科学的に分析した結果、約2万人の武装した兵士が 200km 以上の道のりを7日間で完走してすぐに戦闘することは不可能だとされている。つまり秀吉は本能寺の変が起こることをあらかじめ予測して中国大返しを準備していたというのである。秀吉は備蓄していた金を兵士たちや宿場町にばらまいて通信網を整え、まさかの時に備えていたというのである。秀吉は光秀を山崎の戦いで打ち破ると、皇族や公家、そして徳川家康などの有力大名にも金をばらまいて味方に引き入れている。さらに秀吉は信長が長年対立してきた本願寺と手を結んで北の少女を攻め、柴田勝家とお市の方を自害に追い込んでいる。秀吉は九州の島津氏を攻めた時にも本願寺の教女を先頭に立てて薩摩を平定している。天下統一を果たして豊臣秀吉と名を改めた秀吉は、全国の金山を直轄地にして大阪城と伏見城に莫大な金塊を溜め込んだという。秀吉といえば金の茶室が有名だが、
秀吉は莫大な金銀を背景に2度にわたる朝鮮出兵を行っている。ではその金塊は秀吉の死後どうなったのであろうか。実は大阪の陣の時、東堂高虎が大阪城に50人の伊賀忍者を忍び込ませて敵情を家康に報告した。そのために家康は真田幸村が自分の陣営に攻め込んでくることも事前に知っていたという。そして家康は勝利した暁には孫の千姫と大阪城の金銀財宝をどのように確保するのか手はずを整えていた。家康は高虎に見つけ次第に金銀取り放題を許したというが、細川忠興もこの金銀を狙っていた。そのために大阪城の焼け跡では東道軍と細川軍の金銀をめぐっての殺し合いが繰り広げられたという。豊臣氏を滅ぼして天下を手に入れた家康はその後伏見城を訪れている。そこで家康は100トン近くの金塊が山のように積まれているのを目撃したと言われている。これだけあれば徳川幕府は数百年は安泰である。もしかすると家康はこの莫大な金塊を目にして鎖国することを決めたのかもしれない。その後金銀がどのようになったかは伝わってはいないが、黄金の輝きが人を狂わせるのはいつの時代も同じようである。